HD2D グラフィック、これ僕個人的には世紀の大発明って言ってます。ありがとうございます懐かしさと新しさ、ドット絵である背景にフォトリアルなその表現っていうのをどういうふうに融合していこうかな。普通だともっと綺麗にしようの方になんか話がいきそうになるんですけど、そうじゃないな、引き算始めるみたいなことまさにそうだったと思います。すごい勇気あることですよねそれってきちんとドット絵として認識できるというか、むしろこれこそ不思議な感じですね。なるほど。そうですね、光と影の演出っていうところがポイントなんじゃないか。ドット絵に反映されるって当時はなかった。はい、皆さんどうも、安本博樹です。机人の作り方、今回はオクトパストラベラーを題材に開発チームからプロデューサーの高橋正史さん、そして開発を行った株式会社アクワイアよりディレクターの宮内圭介さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはですね、じゃあ自己紹介を高橋さんの方からお願いいたします。はい、スクエアエニックスでオクトパストラベラー2のプロデューサーをしております高橋です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。そして続きまして宮内さんお願いします。はい、株式会社アクワイアの宮内圭介と申します。オクトパストラベラー2では、ディレクターを務めさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、オクトパストラベラーという言葉が何回も出ておりますが、こちら日付はもう2018年ですか割と最近な気持ちでいましたけど、そうなんですよ。5年経ったんですね。5周年なんですよびっくりしちゃいますよね。オクトパストラベラー自体はですね、2018年に発売されたロールプレイングゲームでございます。昔ながらのドット絵に 3DCG の画面効果を加えた懐かしくも新しい HD2D グラフィック、これ僕個人的には世紀の大発明って言ってます。ありがとうございます。HD2D グラフィックが初めて採用された作品となり、全世界で僕この数字知らなかったです。びっくりしました。出荷とダウンロードが300万号突破したと。はい、おかげさまで。もう新規 IP でそれはすごいことですもんね。また本シリーズの最新作としてオクトパストラベラー2がより精細、もうドット絵でより精細というのが難しい言葉ですけどより精細でドット絵とカメラワークで新たな進化を遂げて登場いたしますということでございますが、本日はこれ僕今日個人的にすごいワクワクしてる企画なんですけど、オクトパストラベラーの HD2D グラフィックがどのように生まれ、オクトパストラベラー2でどのように進化したのかという非常にニッチな切り口で、はい、確かにニッチかもしれないですね。お二人にお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけで高橋さんもですね、宮内さんもどちらも世代が同じぐらいとまさにそうですね、はい、いうことですので、おそらく影響を受けてきたゲームも近しいものがあるんじゃないかなと思いますが、まずじゃあドットを置いといて一番好きなゲームって聞かれたら何て言いますか？ドットを置いておいて、はい、何か別にドットに縛られないだって、別にドットでもいいですか？でも分かります。僕らの子供の頃って全部ドットだったんですよね。そうですよ。よく考えると。僕もだってファミコン世代ですから。ドットを外しても変わらないですね。ファイナルファンタジー3と5です。FF に関しては僕も359が好きです。そうですか。宮内さんいかがです？いや、僕はドットに限らないで言うと、ワンダと巨像がおっしゃってますよね。大好きずっと言ってるんですけど、これ高橋さんに出会った時から高橋さんにも同じ質問を多分最後の一撃が切ないでおなじみの。そうですね、あれがもう本当に大好きで、でもやっぱり一番影響を受けたドット絵というか、自分が初めてゲームをゲームとしてちゃんと認識してやったのはドラクエ4かなと思ってますね。ドラクエの中でもドラクエ4が実は一番好きなんで、なるほど、なんかあれから RPG っていうものをそれまでやってなかったんですけど、ドラクエ4で RPG すごい好きになりました。仲間は4人が限界だって勝手に思い込んでる固定概念をぶち壊してくれたゲームですからね。そうなりますよね。バシャってなりましたけどね。僕もファイナルファンタジー3をやったのが、あれ幼稚園の頃なんですよ。もう玉ねぎ剣士が、そう玉ねぎ剣士だったりやってたのって幼稚園の頃で、うちは兄が2人いて、お兄ちゃんいたらやりますね。末っ子なので、なんかもうすでにファミコンっていうものが物事ついた時にはあって、その中でなんか初めて自分でこれ欲しいって言って買ってもらったのがファイナルファンタジー3でした。そこがやっぱ自分の原点かなと思ってますね。ドットゲームだと、確かに昔からそうだけど、僕はやっぱ大人ドラクエって、ドラクエも FF もどっちも好きなんですけど、特にドラクエが好き言ってるんですけど、大人になってからドットが当たり前だから、あれをドットっていう受け取り方してないじゃないですか。してないですね。ゲーム画面としか受け取ってなくて、ゲームは全部そうでしたからね。でどんどん画面が綺麗になっていって、スーパーファミコンっていうので、まさに FF がスーパーファミコン FF で俺は度肝を抜かれて
なんだこりゃってなり、でも FF はでも3でも十分だったけどな、いや敵の大きさが大きくなるデュラハンとかでかい敵が出てきた時にすごいグラフィックだったじゃないですか。そうですね。あれを見てなんだこりゃとか、暗闇の雲とか見てなんだこりゃって思ったりとかしたのもあったけど、スーファミにあってグラフィックが綺麗になって、で一回プレイステーションとかサターンの初期になって、綺麗さとはもう違う次元のカクカクだけどなんかよくわかんないけどポリゴンと言われる立体な、あれが一回すごいになって、そのポリゴンがどんどん綺麗になったって結果、ドットの味わいとかをみんな忘れるじゃないですか、はいでそれに近いものがね最近になってないなと思っていたところで、この HD2D というのが出てきて、なるほどっていう、あれは我々の世代のようなおじさんたちも、ノスタルジックにもなりつつ、逆に想像力かきたてるところもあったりとかするし、で今の若い人たちはもしかしたら新しいと思ってくれるかもしれないし、ですね。すごい魅力的なものだなと僕は HD2D で思って、もう結構あちこちで言ってるんですけど、ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ好きって言って、だってこれでいろんなゲームやらせてくれって言ってるんですけどまさにこのドラクエ3もねちょっと違うゲームで恐縮ですけど、あれがこれでいくって聞いてわーってなってるんで、ぜひね皆さんも楽しみに待っていただきたいと思うんですが、まずはこの HD2D がどういう感じでできたのかなっていうものもねお話ししていきたいんですけど、まずね今はフォトリアルスティックなゲームが主流となっていますが、ドット絵の魅力っていうのはどういうものだとお二人はお考えですか？そうですね、今ちょうど安本さんがおっしゃってたことにもなるんですけど、ドット絵の技術って結構もうスーパーファミコンの後期ぐらいでもう完成されてるというか、それはそれとして完璧なものになってると自分は思っているんですよ。で今その受け入れられてるというよりかは、おっしゃった通りプレイステーションとかプレイステーション2で一時期その 3D に技術が寄っていったけども、また改めて完成されてるものみたいなものでドット絵が今注目を浴びてるというか、優れた名画とかって別にいつの時代に見ても素晴らしいものだと思ってて、もうドット絵の技術も基本それと同じなんじゃないかなと思ってるんですよね。だからみんなの目に触れる機会が最近増えたことで脚色すごい注目を浴びてますけど、なんかそれが何か変わったっていうよりかは、むしろ新しいものとしてそういうものが見えてるんじゃないかなっていうふうに自分は思ってます。なるほど。でもこれは面白い試みだし、僕自身はすごく好きなんですけど、さあここからは HD2D の誕生に関して初代オクトパストラベラーをもとにお話を伺っていきたいと思います。 HD2D グラフィックとはドット絵と 3DCG を融合したグラフィックで2018年に発売された本作で誕生し、その後トライアングルストラテジーやライブアライブオクトパストラベラー2、そして現在開発中の HD2D 版のドラゴンクエスト3と数々の作品で採用されているグラフィック表現となりますと。HD2D 誕生までの経緯をお聞きしていきたいと思いますが、まず坂下さん、最初のコンセプト、 HD2D というかこのコンセプトって何だったんですか、このオクトパストラベラーのグラフィックにおける。そうですね、新作を作りますよっていうところで、どういった見た目にしようかなって考えた時に、一番自分の中でゲームといえばこれだなって思ったのがドット絵だったので、スクエアエニックスに入社した、全然迷いもなく迷いはしました。入社した時からドット絵のゲームが僕好きなんですって話はしてたんですけど、でもその当時ってゴリゴリですもんね。もう10年以上前だと思うんですけど、とはいえもうスクエニといえば映画みたいなグラフィックでやっていくんだぜみたいな時ですもんね。もちろんそうですし、そちらがもちろんやっていくべきだとも思うんですけど、その中でそれとは違う表現方法でなんかゲームとして楽しめるものはないかなって考えた時に、そこが起点になりました。でちょっと画面を出して今いただいてるんですけれども、こういうのが作りたいっていうふうにオーダーを出させていただいたのが、キャラクターはドット絵でいきましょう、ただし背景もドット絵である必要はないですと、3D をうまく使えないだろうか。なるほど。で、単純にそこに置くだけだと面白みがないので、ライティングで工夫したら影が落ちたら光が当たったらどういうふうになるだろうかっていうのを見てみたい。でミニチュア感みたいなものもキーワードの一つだよねみたいなところが、イニシャルロープレってそうですもんね。はい、まさにその通りで、上から見下ろしてみたいな感じのところがあったので、これでどういった表現ができるかなみたいなものをアクアヤさんたちと話す前にチームの中で一旦試作してみたものがありまして、ちょっと配信には載らないかもしれないんですけれども、ちょっと特別に安本さんに僕だけ見るんですね、見ていただいて反応を皆さんに楽しんでいただこうと思うんですけども、まず配信に載せられないのは一目瞭然と言いますかスクエニの中の違うゲームのキャラクターをちょっとあえて実験的に使ってらっしゃるんで、
これが出ちゃうとそれもなのって違う期待を煽ってしまう可能性があるから皆様にはお見せできないんですけど、でも言ってることが今の説明聞いてから見るとなるほどなるほどですね。こういうゲームをちょっと表現でしたいな。 3D だけどドットだけど 3D だけどみたいな、なんかすごい全部がいい意味で曖昧な感じで、でも影とかこの光のニュアンスで、光を主人公が光源を持っていて、それが歩くと背景にちゃんと影響を与えるみたいなところが、美しさもあり不思議な感覚になるグラフィックですけど、でまさに今の HD2D の根っこだって部分は分かりました。でこれをじゃあこういうのでいきたいんだってのをアクアヤさんに言ってみたと。そうですね、最初はまだアクアヤさんとは決まっていなくて、こういうのを作りたいんだどうですっていうところを何社かの方々にお話をして、コンペをさせていただいて、その中でアクアヤさんがとても素敵な映像を作っていただいたので、この調子で完成まで一緒に頑張りましょうっていうところを話しさせていただいた感じです。これ宮内さんこういうので行きたいんだけどって来た時にどう思われたんですか？いやもうやっぱり、何とは言えないですが、さっきの動画はもうやっぱり自分が昔見てたゲームをいい感じでなんていうんですかね、新しい表現にしてたんで、むしろ光栄だなとは思ったんですけど、逆に結構あれが完成されてるんで、あれ以上のものまんまいけそうな感じでしたもんね。いけそうな感じなんで、あれからさらに自分たちでどういうふうに解釈しようかなっていうことを見せられた時にもすでに結構考えてたかなと思いますね。で下手にあれをもう一回トレースしてなんか作ろうっていうよりかは、自分が思う、その時はまだ HD2D って名前はついてなかったんですけど、HD2D というか自分が見たい景色にもっと寄せてちょっと作ってみようかなっていうところで、最初から頭の中にあるものを割とアートと一緒に詰めていった覚えがありますね。でも世代的にご一緒ってことは、ドットに関する何か分かる伝わるものはあったんですもんね。そうですね、アートディレクターもいるんですけど、アートディレクターも自分と同い年なんで、もうドンピシャの世代で全員作ってるんですよ。みんな同じ世代ですよね。本当にそうですね。リーダークラスの皆さんだったり、曲を作ってる錦さんとかもまさに同い年で、じゃあちょっとノスタルジックだが新しいを狙いたいんだってのはなるほどなるほどみたいに、こういうのが作りたい、こういうゲーム良かったよね、分かるみたいなのがすごい共通認識として開発現場であったのは強かったなと思います。今のじゃあ参考資料みたいなのを得て、そして自分で作っていくってなった時に結構いろいろ悩みとかもありました？最初は。そうですね、ありましたね。スクエニ側で用意していただいた今の参考動画見て、ドット RPG を現代的に再構築する必要があるかなと思って課題を定義しました。で、懐かしさと新しさをどういうふうに融合していこうかなっていうところが一つ課題になったかなと思っていて、でアバウトにそういうことを言ってても人によってその懐かしさと新しさって結構解釈変わってきちゃうものなので、もうそれを言語化するところからまず始めようっていうところで、じゃあ懐かしさが何かっていうと、スーパーファミコン後期のドット絵っていうものを参考にしようかなというふうに思って、我々の世代からするとこれより綺麗なグラフィックのゲームなんて存在しないと思ってた時代です。そういうことです。もうまさにそうですね。ドットとしても究極完成してましたもんね。はい、そうですね。やっぱりこの世代のドット絵ってさっき冒頭で言った通り、も技術的にはもう成熟ものすごいしていて、ドットとしてもあれっきゃなかったですもんね。そうですね。でもういろんな技術を使ってた頃なんですよね。例えばクロノトリガーとかって、例えば裁判のシーンとかって別にドット絵というよりか後ろに一枚絵みたいなものがあって、うまくそれと組み合わせてとか、なんか本当にドットっていう表現の範囲内でもういろんなことをやり尽くしてた時代だったので、もうそこに何ですかね、参考にすることは全て詰まってるだろうと思って、まずそこを懐かしさの、自分たちが浸透する懐かしさというふうに定義しました。で、じゃあ新しさっていうのはこれですね。言わんとしてることはね、写真ですね。なんだろう、この言い方変だけど最近のゲームとか全部ここまでみんな行っちゃってますもんね。行っちゃってるんですよ。写真だかなんだか分かんないところまで行っちゃってますもんね。そうですね。でまさに、フォトリアルって俗に言われるもので、これはこれですっげえんですけどね、めっちゃこれも好きですけど、はい。で昨今のもうなんて、これは当然写真なんですけど、当然もうこういうグラフィックに目が慣れてたりするので、それをうまくライティングとかいわゆるマテリアルっていうふうに専門的なところで言うんですけど、それを現代的なものとして捉えて、ドット絵である背景にフォトリアルなその表現っていうのをどういうふうに融合していこうかなっていうところが我々の課題になったという形ですね。もう全然このドット絵でも素敵なんですけど、やっぱりその後当時はもう最高峰だったんですけど、今フォトリアルのゲームとかが横にある中でよりユーザーの皆さんの目が超えてしまったなとは
改めて思いました。漠然とこのドット絵のままゲームを出してしまったらなんかわざとレトロゲー作ったみたいな思われちゃいますもんね。そうですね。っていうわけではないんですもんね、懐かしさが欲しいからあえてドットってものを使ってるだけですもんね。昔のドットちょっとねノスタルジックななんか温かみのあるようなのと今のこのフォトリアルと言われる、もうほぼ写真だかグラフィックなんだか分かんないようなリアルを2つ融合させるって、そうですね、まあ、書いてあります。U は簡単じゃないですか。そうですね。は簡単です、どうやってやってったんですか？そうですね、まず、3D でドットの世界を構築していくっていうことで、当然ながらまあドットって全部絵だったので、まあ、それを 3D にするっていうことで一番重要なのはこの、まあ、画像で見れば分かるんですけど、そのカメラの角度であったりとか、あとはパースっていうところを気にしなきゃいけなくて、で今ね1枚出していただきましたけど、これはもう仕上がってるわけではないんですね。これはもうまだ全然仕上がる前ですね。懐かしいですね。そうですね、懐かしい。で結果的に、カメラとパースを決めたのはこの画像っていうこっちが感じになってますね。そうか、奥行きだったりとか。そうですね、カメラの倒し方一つにしても、まあ、例えばカメラを上からガッてやっちゃったりすると、まあ、ドットが潰れすぎちゃったりするんで。並べるとすげえ。そうですね、全然これは違ってて、なるほど。まあ、基本的にはそのキャラクターの頭身とどれいうのがバランスがいいのかなっていうのをずっと突き詰めていったんで、この角度とパースを決めた時に基本的に建物のスケール感も実は全然違うものになってて、最初に見たやつはもう人間の大きさがキャラの大きさだとしたら建物この大きさになるよねっていう、ある意味リアルな大きさってことですよね。リアルな大きさです。そうですそうです。でもそれだけ突き詰めていくとゲームとしてちょっと見にくかったりとか成立しづらい部分も出てきちゃう、でちょっとその建物の方をディフォルメするといいますかっていうのもちょっとアクションとしてあったわけですね。そうですね、最初一番最初にやった時はやっぱりドットっていうか、なんかどれぐらい全体の世界をディフォルメしたらいいかっていうのをつかめていなかったんで、そのディフォルメ具合みたいなものを右で突き詰めていった結果ですね。いやなるほど、これ並べてみるとめっちゃわかる。そうですね、さっきのでもいいじゃんでもこの大きさでやったら多分とんでもない労力になりますもんね。そうですね、これだとなんかスケール感が逆に広すぎちゃったりして、ところどころではドットに見えてところどころではドットに見えないみたいな状態になったんですよね。で確か右を作った時も結構なんか思い切って変えちゃえみたいな時がこのタイトル結構あって、で思い切ってやってみたらめちゃくちゃうまくはまったみたいなタイミングでしたね。なるほどなるほど。建物の大きさとキャラのサイズの比較が決まると途端にもう全てのサイズが実は結構決まってきてて、例えば道であったりとかの広さとかも別にそんなにいらないよねとか、マップ全体のスケール感とかもそこまで必要ないよねとか。なるほどなるほど。そうですね、まあ、あと左だと倒しすぎたりしてたんで高低差もあんまり見えなくて円形が見えないっていうちょっとデメリットがあったりしました。そうですね、まあ、スカスカになっちゃってたっていうのもあって、でいい意味でのそのごちゃごちゃ感であったりとか、あと色彩感が出しやすいっていうのがその右の画面だったっていう形ですね。なるほどなるほど。左の方が窮屈っぽく見えるけど実はあるものとかよく見ると全然物がなくてスカスカしてるけど、右はごちゃごちゃって詰め込んでるのになんかすっきり見えるというか。そうですね、でさらにここに付け加えていくのが、まあ、つなぎ、オブジェクトをどういうふうに入れていこうかなっていうふうに考えてまして、でこちらも画像がそうですねあって、でこれもなんか仕掛けがあるんですか？仕掛けがあるんですよ。まあ、カメラとパースと建物キャラクターが決まったら今度はそのいろんなものを画面に置いていって密度を出すっていう作業になってきたんですけど、ここでその 3D のものを置くのか 2D のものを置くのかっていうところで結構迷ってて、である程度の大きさのものはもう 3D で作った方が明らかにいいというか、今見てる感じだとそうですね、箱とか屋台みたいなやつとかを 2D で作っちゃうと当然ペラペラがバレちゃったりするんで、3D で作った方がいいよねっていうふうになって、でキャラクターよりちっちゃいものとかはもう 2D で作らないと逆に 3D にするとなんか立体感が粒立ちしすぎてキャラクターより悪目立ちしちゃうみたいなことがあって、でその中間のものが結構悩んだところで、樽とかその奥のその麻袋とかもそうなんですけど、これは 2.5D になっていまして。そんなことしてんだ。そうですね、もっこりしてますね確かにね。そうなんですよ。ちょっとだけ厚みがどっちでもないなっていうふうになって、そのキャラクターとでっかいものちっちゃいものとその間のものっていうのを段階的に埋めていくと途端に画面全体に統一感というか馴染みがすごく変わったので、これはめちゃくちゃ大事なことだっていうふうにこのタイミングで気づいて。これはやってみて気づいたんですか？やってみて気づいた。そうですね、最初はやっぱり3D か 2D かどっちかっていうところでやっぱり悩んでたんで、両極端に作っちゃいますよね、きっと。
これはもういろんなものを試したりして、で後ろの屋台みたいなところを 3D にしたらあいいじゃんいいじゃん、でもなんかもうちょいあんじゃねえで、そうです、で樽をがっつり 3D したらがっつりではねえながっつりじゃないなっていうもう 3D のゲームだよねこれっていうふうになっちゃったので、なるほどなるほど、そうじゃなくて 2.5D のところっていうのに到達したのがこのタイミング。これ結構厄介な作業だったんじゃないですか。そうですね、作業、あでも気づけばそうでもないか。気づけばそうですね、もう気づくまでは試行錯誤だったと思うんですけど、ルール的にはもうキャラクターと同じ大きさのものはある程度 2.5D で作ろうっていうところで決めたんで、大体ルール化はされてる状態なるほど、面白。これは全く知らなかったですね。これは秘訣かもしれません。なるほど結構なるほど。で以上のことを反映して作成したいわゆるプロト版のがこちらになるこので、れみんなで見れるやつですか。こっちはこれは見れますこれははいあじゃあ見ましょう。船が今ちょっと上下にゆらゆらとはい波に揺られてるってことは、あれは 3D でそうですね、作ってるってこともうですね。キャラクターより大きいものは基本的には 3D で表現していこで後ろの箱とかは 2.5。う。もうあの箱は 3D ですね。ああ難しいな。難しいんですよ。クイズのようになってますけど、これを作ってた段階でもそのやっぱりルールを定めてる段階だったりするんで、はいはい、あなんかこれまだ完成じゃないのか。全全然完成じゃなくて、あそうなんだ。よくはできてるとは、はいよくできてるとは思うんですけど、製品版ぐらいの勢いで見てました。ちょっとなんかまだ何かが違うんだ。物足りなさをすごく感じてたんですよね。それどの辺でそれがあるんですか。でなんか完成はしてるんですけど、はい、その新しさとの融合っていうところがまだうまくいっていないかなというふうに思っていて、だからドット絵で作られた背景に見せるっていうことにこだわりすぎちゃってたんですよ。さっきのつなぎの話もあったんですけど、やっぱり最初は 3D とかでいろんなものを作ってったら 3D のゲームに見えちゃうなっていうふうにあったんで、じゃあ今度はその 2.5D 入れてドットの表現を混ぜていこうかなと思ったんですけど、今度はそれをやりすぎてったことによってなんかどんどんドットの密度が至る所にすごい情報型みたいな。そうです、まさに情報型になっちゃって、で結果なんか自分たちのその思い出の中にあるというか、なんかもっと今のゲームってよりもそうですね、なんか昔のゲームだねこれみたいな感じになってしまって、でこれなんでかなっていうところで一回プロト版が終わった後で社内でそのアート D とかがその考えた結果、ポイントとして考えたのはその、当時はドット絵をブラウン管で見ていた、でそれって結果的にもう自分たちが見てたドット絵じゃないっていうことに気づいたんですよね。画像を見ていただいたら一目瞭然、これがいわゆるなんですかね、データとしてはそうですね、データとしてのドット絵、かっちりとしたドット絵、じゃあ昔どう見えてたかってこれぐらいで多分ね見えてたと思うんですよね。なるほど。はい。で結果的にそのなるほどな。自分たちがドット絵と信じてたものって言ったらあれなんですけど、でドット絵として正しく見えてたことはおそらくないというか、それも含めて計算して昔の方はすごい書かれてるっていうすごい超絶技法を駆使してたとは思うんですけど、で結果的にそうか、にじみ計算に入れてるドット絵とそれじゃないドット絵の違いみたいなことか。そうなんですよ。なるほどなるほど。でドットとしてはやっぱり識別しないで見る画像みたいに見えてたっていうところがぼんやりと見えてたみたいな感じですかね。でそうですね、 PC で初めてドット絵、素材として確認する時とかに見た時にはやっぱりさすがにあれそもそもその時点でこんなクリアだったっけみたいなことは思ってたんで、そこに何かあるんじゃないかなというふうに思っていて。なるほど、ここすごく重要なポイントだったと思います。なんとなく古臭いよね、なんとなく綺麗じゃないよねっていう時に、普通だともっと綺麗にしようの方になんか話がいきそうになるんですけど、そうじゃないな、むしろ逆だなみたいな方向に。なるほどね。僕らが見てたドット絵ってもっと綺麗にしようじゃなくてそうじゃないんじゃないかみたいなところから話が進んだのがちょっと面白いポイントだったなと思います。この言葉で合ってるかどうか分かんないけど、ちょっと引き算始めるみたいなこと。まさにそうだったと思います。すごい勇気あることですよねそれって今の時代にやるの、みんなだって足したくなっちゃう時代だと思うから。でもなるほどな、確かに滲んでましたね。そうですよね。もう限界でした。ブラウン管で見れるのはそれが限界でしたからね。なるほど、そうですね、確かに。でも見えたんですよね、そういう風に。そうなんですよ、素敵に見えてました。ちっちゃいマスなのにちゃんと飛行船に見えましたもんね。そうですよね。なるほどなるほど。で結果的に何がじゃあ、当然ながら今からじゃあプロト版を画面ぼやけさせちゃうとかっていうわけにはいかないんで、どういうことかなっていうふうに再解釈した時に、情報量が多いんじゃないかなっていうふうに考えたんですね。でこれは例えば絵を描いたりすると分かるんですけど、なんか
細かい部分の書き込みめちゃくちゃしちゃったりすると、まあ、それで綺麗な絵もあるんですけど、大体情報がその算出しちゃって何を見せたいかが分からなくなっちゃうというか、焦点が見失っちゃったりすることがあったりして、でそこにちょっとヒントを得まして、まあ、これレンブラントの夜景っていう絵なんですけど、まあ、昔の名画にやっぱりヒントをちょっとがありまして、なるほどな、はい、もう情報としてはなんですかね、背景とかはもうほとんど書いてない、黒く塗りつぶされちゃってるんですけど、逆に中央の付近、まあ、下寄りのところに情報を集約させることによって、むしろ絵としての情報としては、まあ、伝わりやすいものになっているというか、逆にもう密度が高いぐらいのものに見えるようになっていたりするんですね。見せたいものが明確かもしれないですね。はい、で結果的に、これを、ゲームの方にも活かせないかなっていうふうに考えましてぼやけたドットを作りたいわけではないんですけど、全部を全部きれいにドットとしての背景って見せる必要はないなっていうふうになりまして、で思い切ってその上下は被写界深度をかけたりして、真ん中に情報を集約したらどうかっていうところで考えて作ってみました。せっかく昔と比べてテレビが大きくなってったってのにそうですね、より逆にもクリアに繊細に見えるようになってるなのにあえてその部分をしかも結構な割合を。そうなんですよ。なるほど、面白い。改めてそれを踏まえてそのプロト版の画像としてはこれで、そこからこっちにした情報量を圧縮したものがこちらになるという形ですね。で被写界深度によって背景と近景をぼかすことによって情報量を減らしつつ、逆に情報量が減ったんでその状態でも海ってきちんと分かるように、ドットの海じゃなくてリアリティのある水にしたんですよ。そのままドットの水をぼやけさせちゃうとガチャガチャしてるだけで海って分かんなくなっちゃったりするんで、そういったそのなんていうんですかね、逆にぼやけさせたことによって情報量を上げるところとかも出てきたりして、それをいろいろ組み合わせて作ったものになりますね。これは大変ですね。そうですね。で上下がぼやけてて情報を真ん中に密集させたことによって、むしろ真ん中のそのオブジェクトとかはプロト版とかに比べてもっと増えてたりとか、書き込みが増えてたりするようになってたりとか、あとはマップ全体のスケール感にも同じことが言えて、真ん中に集約するんでもうちょっとマップをプロト版よりちっちゃくしたんですよ。圧縮してものを見せるところはもうここだけっていう風にするっていうのがこの。でも実際にゲームとかやってる時とかも真ん中の自分たちのキャラクターとか会話するキャラクターとか近場の街並みの印象はあるけど、周り水とかあったはずなのにここまで水すげえグラフィックドットじゃなかったというか、こんなに液体だったっけって今結構驚愕してますね。そうですよね。なるほどな。でもちゃんといい意味でその境界線を曖昧にするというわけじゃないけど、船とかはもう普通にドットの 3D とドットの合いの子をちゃんと載せてっていう風になってるんですね。そうですね。で当然上下がボケてるとこなんて全然ドットに見えないはずなんですけども、でもそうか、絵としてはもうきちんとドット絵として認識できるというか、むしろこれこそ不思議な感じですね。なるほど。そうですね。思い出補正がかかってた記憶の中のドット絵とかにより近い印象になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。でも記憶の中に近いけど記憶の中のとも全然違うもんだから、すなわち結果新しいものになったってことなんですね。そういうことですね。はい。こりゃ面白い。これ高橋さん思いついた時どうでした？そうですね、これは本当にドット絵のゲームを作りたいが起点ではあったんですけど、やってみてなかなか難しいな、古いものになっちゃってはいけないなで、悩んだ末にたどり着いたところっていうので言うと、本当に先ほどその当時の思い出をみたいな話があったと思うんですけど、本当に思い出補正っていう言い方をよくするんですけど、思い出補正との戦いがオクトパストラベラー1だったなというふうに思います。でも落としどころとしてはね、多分僕はもう40代半ばですけど、この辺の人たちからすると嬉しかったんですよね。でも今話聞いたらただのドット絵じゃないんだけど、ドット絵のゲームでちゃんと新作今出て、なおかつ超面白いって大したもんだと思ったけど、厳密にドットじゃないのもいっぱいあるっての今知って、だから要は労力としてはとんでもないことになってますよね。でもとんでもないですよね。そうですね。昔のドット絵もすごい技術としてとんでもないものだと思うんですけど、ここはまた別の苦労は結構多かったなとは思います。でも三好さんたちの狙いはもううまくじゃあ表現できた。そうですね。本当になんか狙い通りというか狙い以上のものができたかなと思ってますね。先ほど話した通り、開発チームも同じぐらいの年代の人が揃っているので、
あそうそうこういう感じこれ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 みたいな感じでなんか共通認識としてなんかブレなかったのも強かったと思います。ユーザーからもちょっとね感想みたいなものが来てるんで読みましょうかね。小亀さんからキャラクターを動かしている時全般が好きです。動きと合わせて美麗な背景と気づいてくれてますね、ドットキャラクターの確かな境界を感じつつのつなぎの役目を果たす各種もう全部気づいてるなすごいね。オブジェクトなど隅々まで見渡したくなる光景はまさにゲームだからこその良さを感じられます。各酒場に置いてある食べ物も最高です。もうこれはかなり事細かに見てくれてる人ですね。そうですね、かなり酒場に置いてあるチキンとかですかね。あそうですね、まあリンゴとか置いてあったりするんで、あれもね滑らかなグラフィックだとちょっと味受けないけどドットのあれであるからそうですね、これよこれみたいな感じがあってありますよね。さあそして宮内さんよりいくつか印象に残ったシーンについてお聞きしていますと、まずは制作に苦労した箇所について教えていただきたいなと思いますが。そうですね、まずは、まずそうですね、これもムービー見てもらった方が早いかなと思うんですけど、これはティザームービーといって一番最初にお披露目したやつなんですけど、さっきちょっと映ってたバトルシーンの動画があるんですけど、ここが結構これに行き着くまで実は結構時間がかかってまして、なんかさっき言った通り背景とかはある程度方向性見えてきてはいたんですけど、バトルはまだ見えてなくて、なんか背景の方はあんまりなんですかね、見せられるものもさっき言ってたつなぎのオブジェクトとかにも頼れなかったりするんで、これどうやったら立地感出るのかなっていうふうに、立地感って今言ったんですけど、その新しさというかみたいなものが出たらいいなっていうふうに思ってたんですけど、最終的にですね、なんか光と影の演出っていうところがポイントなんじゃないかっていうところをプロデューサーの浅野さん高橋さんの方からいただきまして、そこをちょっと際立たせてもういっそなんかやりすぎなぐらいでやってみちゃおうかみたいなところまで行って結構いろんなテストをした覚えがあります。なるほどなるほど。これは高橋さんもバトルを見せる難しさとかは感じていたものがあったりするんですか？そうですね、バトルをパッと見た時に、複雑なゲームだって思われてもよくない、やっぱドット絵のゲームを好きでいてくれる人っていうのは我々みたいなぐらいの年齢の人たちだと思っているので、コマンドバトル大好きっ子たちがこれを見た時にこのゲームだったら遊べそうだなって思ってもらわなきゃいけないなって思ったのが、まずシンプルにしなきゃっていう意味で言うと一番最初にありました。その中でもやはり古臭くあってはいけなくて、新しさっていうのをそのドット絵のゲームでどう表現するかっていう時に試作を自分たちでした時もそうでしたし、アクアヤさんの方でいいものを作っていただいて見せてもらった時とかも洞窟の中でランタンを持って歩いている、それが周りに反射するみたいなところの表現だったり、やはり光と影がなんかドット絵に反映されるって当時はなかった技術で、今だったらできることっていうところの一つキーワードかなと思ったところでした。今ねライトランタンとかいうお話しましたけども、夜っていうのは主人公が動けばそのライトが動いて、それで濃淡が出るじゃないですか。で分かるところは多いのは分かるんですけど、逆にそれがあるとそっち側が際立っちゃって昼間大変だったりするんですか？そうですね、まさにおっしゃる通りでバトルもティザーではやっぱりそれが分かりやすいように夜で作ったんですけど、実際オクトパスの製品版やれば分かると思うんですけど、そんなに夜ないんですよ。洞窟はあるんですけど、ここはめっちゃ印象残ってるけど、こう夜のバトルシーンって結構製品版ではなくて、あんまり暗いところとかなので結構その後に形にするときに昼というか明るいところでどういうふうに再現するかっていうのはまた一癖二癖ある難所がいっぱいあったりしましたね。でも光源の位置と影か、今結構昼間のところ見て思ったけど、結構それもこだわりがあったりするんですか？そうですね、結構ありますね。あとはバトルでいうとブーストをかけた時にわざとライト暗くしたりしてるんですよ。エフェクトが入るようにして全体は暗くするみたいな。なるほどなるほど、そういうことを製品版とかではやっていて、じゃあ光ってのが相当大事なファクターなんですね。重要ですね。光とか光によってその映し出される影であったりとかっていうところがかなり重要ってことには、何気なしにやってて全然なんだろう、見ちゃいるのに思ってなかったけど、今ちゃんと影とかも後ろにオブジェクトがあるところだとそこに映り込んだりとかめちゃめちゃいっぱいやってたんですね。すみません、なんか普通にやってましたね。逆になんかなんですかね、普通にやれるぐらいまでちゃんと馴染んだっていうのはいいことだと思います。いやでもそうです、まさに違和感感じずにやってたから、言われてみたらそうかっていうのがいっぱいありますね。面白い。さあちなみに他にもまだ大変だったり思い入れのある場所とかあったりしますか？そうですね、思い入れっていう意味だと今までお話ししてた技術を集結させて作ったのが
一番最初に出した体験あ版りましたね。はい、オルベリックとプリムローゼ、剣士と踊り子を一生遊べますよっていうやつだったんですけど、これが思い入れがありますね。っていうのも他に比べて作り直した回数がめちゃくちゃ多いんですよ。ああ、そうなんですか。やっぱり初めてプレイヤブルとしての体験版を出すっていうものだったんで、とにかくもうなんですかね、もう製品 その先にある製品版のクオリティに到達しなきゃいけなかったりするんで、プロト版ですよっていう話でもなかったので、かなり作り直しを行いました。製品の一部をってことですよね。で今ここでイベントの作り方とかもようやく確定してきてるんですよね。あ、ここが軸になったってことなんですね。そうですね。もう最初はすごいなんかイベントとか一つとっても高橋さんの方からこの1イベントで多分20リテイクぐらいいただいたぐらいなんかもっと動かしてくださいもっと動かしてくださいというか、キャラクターを動かしたりとか 3D じゃないんでやっぱりカメラが変えられないんで、キャラクターの演技をやっぱりもっと入れていかないと映えないし、かといってカメラもちょっと左右に動いたりするんですけど、そういうのがないと全然なんですかね、ただ喋ってる人たちを見てるだけになって、イベントではこれはないみたいな感じになって、そこら辺はもうすごくなんか心が疲れながらやってましたこれ高橋さんは心を鬼にしながらどういう意見というか。いやでもそうですね、すごくいいものを作ってもらったんで、もう本当に世に出した時に、絶対誰にも文句言わせないぞぐらいなつもりでやっぱ完成させなきゃっていうふうには思っていて、なのでやはり昔見たゲームのままだよねって思われてはいけなくて、やはりちゃんとカメラが動くなだったりとかキャラクターがちゃんと動くなとはいえ、ゲームをプレイした時にテンポが悪くなってもいけない、そのバランスってやっぱ結構大変で、そのあたりで初めて実物動かせるようになったタイミングでもっとこうできないかなとかこういうことできないかなみたいなことをなんか何度も話した記憶はありますね。バトル1個取ってもただのね引きでただコマンドやってるだけだと確かに面白くないから、ちょっと急に寄ってみたり引いてみたりとか、そういう動きがあった方が確かにメリハリは出ますもんね。はい、自分も結構なんかいろいろと、体験版のタイミングだとああでもないこうでもないみたいな話はしたかもしれないんですけど、アクアヤさんの開発内部からもやっぱり本当であれば製品版ってもうちょっと後にイベント作りましょう、リソース作りましょうっていうタイミングが来るんですけど、一旦完成形にこのエリアだけでもしなきゃいけないってお尻に火がついたタイミングで、なのでそこで初めてだったとしたら先に3ヶ月4ヶ月後にやろうと思ってたのを先にこれをやろうみたいなものとかがなんかスケジュール的にもこう決まってきて、それでなんかようやく完成形にどんどん近づいていて、このタイミングで初めて BGM も製品版相当のものが乗るし、ボイスもここだけ先に撮ったのでボイスがキャラクターが初めて喋ったみたいな感じになって、よりなんかもう1段も2段もなんか最終形になんか見る毎週完成形につながっていったみたいな、一番面白く感じた。でもこの体験版のパートがそれでスーパークオリティでできたとしたら、しまった製品版全部これだってまた大変になるわけですよね。まさにそうですよね。まさによくお分かりの通りでできたね、じゃあこれをあと8キャラ分でこれ1章だからあと3章あってみたいな。そうなんですよ。ゲーム全体でいうともう10分の1ぐらいのところしか作ってないので、そこから作るかっていう、ただやっぱり苦労した分その後のやり方というか指針になったんですよね。全てそれを超えれば基本的にはクリエイティブとしては到達しているものになるので。いやでも面白いお話いっぱい聞かせていただいておりますが、じゃあひとまずこの HD2D のお話、最後に HD2D だからこそ綺麗に表現ができた箇所について、これなんか思いつくところとか皆さんのここはぜひ見てほしいみたいなのとかがあれば。そうですね、全般的にやっぱり綺麗なんですけど、この雪が降ってる表現とかはすごく幻想的になったかなと思っていて、海のシーンとはまた別のあれですね、なんかドットの別の綺麗さが出てるところなのかなというふうに思ってます。表なんだけど前のと後ろ、今のなんですかね、引きのところだと後ろとかも思いっきりぼかしてるのもわざとなんですよね。そうですね、はい、そこはもう高台から見下ろせるようにするっていうところが。でも確かにこんだけ後ろボケてる方が妙なスケール感を感じるな。そうですね。なんかすげえもんが後ろにあるって感じよりしますね。想像力がかきたてられるというか。でも昔のゲームそうだよな、想像力で穴埋めるのが楽しかったっすもんね。そうですね。はい。かと思ったら今流れてるところとかはもうはっきりと見せてしまおうっていうのもあるし。なるほどな。面白い。全部違う。雪は雪でも。だから HD2D の表現は結構やっぱり自然との表現とも相性がいいかなと思ってて、さっきの海とかも結構綺麗にできたんで、ぼやけてる分
なんですかね、幻想的な雰囲気がさらに増すというか、いい意味でも妄想というものがちゃんと繰り広げられる余白があったり、余白がそれに近いものがあるのかもしれないですね。かと思いきやこの火の表現とかはもう思いっきりリアルに近い表現をしてみたりとか、これがメリハリにもつながるんですね。なるほど、面白い。そして雪の表現についてはちょっと皆さんからのメールも多く来ておりまして、ルチレさんや白金さんからも好きなシーンって言ったらやっぱり雪だろうというのがいっぱい来てたそうです。皆さんね、たくさんメールを送ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。さあいろんなお話をね、今日楽しいお話聞かせていただいておりますが、多くの試行錯誤の果てに生み出されたこの HD2D ですが、本グラフィックならではのゲームデザインについてもちょっとお伺いしたいなと思います。これ宮津さんからじゃあ、こちらのお話を聞きたいと思いますが、一つ大きな特徴として、オクトパストラベラーにフィールドコマンドっていうのがあるんですけど、これ実際試合して村長を気絶させるとかってそれこそフォトリアルなゲームとかでやると、ともすれば残酷だし、そうですね笑えない感じになるんですけど、ともしなくてもシュールになっちゃうんですけど、HD2D だからっていうかドットだからなんですけど、ドットでキャラクターでやると自然とそれが許容されるっていうラインがやっぱりありまして、なんかディフォルメ感っていうのがあるんですかね。そうです、はい、キャラクターとか世界がディフォルメされてることで、行動もディフォルメしたとしてもそんなに違和感がないってことに気づいて、だったらなんか昔例えばキャラクターに話すだけでも楽しかったとか、調べるっていうの結構楽しかったよねっていうのがあって、全部やりましたもんね。はい、でそれをじゃあ NPC とかにきちんとできていったら結構面白いものになるんじゃないかなっていうところを考えて、なるほど、はい、昔のゲームでもあったとしたらこれは面白いなって思うものを選択してフィールドコマンドってアイデアを高橋さんとかにプレゼンさせていただいたっていう感じですね。当たり前についてたもんですもんね、昔のロープレにはね、それっぽいものが。そうなんですよ。いつの間にかなくなってしまっていたもので、話す調べるありましたもんね。はい、なるほどなるほど。それを入れたら楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうかですね。あとはそうですね、バトルとか。バトルは大変でしょうね。さっき言った通り今までやってたものがちょっとできなくなるところも当然あるわけですもんね。そうですね。ただそれこそ高橋さんが今おっしゃってたように最初なんかものすごい難しいバトルシステムを考えてたんですよ。なんかコマンドオーダーバトルみたいな名前つけて自分が言ってたんですけど、今見たらなんだこれってやつがあってやめてよかったやめてよかったです。なんかオーダーとしては通常のなんですかね、コマンドは RPG のコマンドバトルにプラスアルファで何かみたいなことを言われていて、そのプラスアルファをずっと考えてたんですけど、全然なんかそういう変なしっちゃかめっちゃかなところに行っちゃってて、でいざその時はですね、小学生の自分に戻ったんですよ。で小学生の自分が説明されて理解されるのって何かなっていうふうに思ってたら、なんかワンボタンで強くなるぐらいのことしか多分できないなと思って、皆さんはもしかしたらできるのかもしれないです。僕はちょっとあれだったのかもしれないですけど、で単純にボタン一つでコマンドが進化していったりしたら、すごくなんかそれって戦略につながるんじゃないかなと思って、なるほど、ブーストシステムっていうのが完成したっていうところがありましたね。あれも爽快感あってね、そうなんですよね。あれも意外と作った後にきちんとはまったなっていうところがありました。でも確かに気持ちがいい中二感かもしれないですね。そうですねなるほど。そういったねバトルシステムとかも込みでオクトパストラベラーというものが仕上がったわけでございますが、さあここからは HD2D の進化について、最新作オクトパストラベラー2を題材に伺っていきたいなと思いますが、まずはファイナルトレーラーこちらをご覧ください。俺は変えたい。身分を顧みず皆が支え合う国に。そのためなら泥水をもすすろう。みんなありがとうまだまだお楽しみはこれから。さあ踊るわよ。この手でできる限りはみんなで幸せを分け合いて。小白ビフェルガイよ、それが俺の信じる商人なんだよ。貴様の命などいらん。欲しいのはハーベイの命だ。答えろ、奴はどこにいる。私は決めたの。あなたを殺し蛇を抜ける、そして自由になるって。君が信じるものが今揺らいでいます。真実を知りたくないですか、クリック君。私はトド母とみんなが好きだから守りたい。そのために私は戦う。尊い希望を叶えるために私たち薬師は
全力を尽くす。命を懸けて。行くぞ誇り高き砂たちよ。我が前に砕け散れ、撃てよ。たどり着いたのだよ、第7の根源に。母弁、貴様。お前は何のために戦う？君の大切なものは他にもあるはずだよ。金より大切なものがあると信じてる。もっと取材したかった。あなたが世界を幸せにする姿。あんたを殺すために来た。大切に育てたぜ。何よりも。おだまりクズヘビども。またどこか行っちゃうのね。真実を明かすために。役者は揃いましたわ。夢を見ちゃいけないなんて言わないで。あなたはいつも自らより他者を優先する。一人でも多く救うために。星が見えない。あれは危険です。いる。とんでもないやつが来るぞ。この疑念の貝を見つけねば。もやもやしたままじゃ飯もまずいからね。何事もなせばなるよ。前に進むしかねえ。そうだろ。友達よ、旅を続けよう。もうちょっと付き合うよ、このお遊びにさ。どこかで誰かが私の手を必要としているかもしれない。さあ行きましょうか。ロールプレイ、それは役割を演じること。どこに行くのか、何をするのか、そしてどの物語の主人公になるのか、全ては君に託される。オクトパストラベラー2は2023年2月24日発売。旅立とう、君だけの物語へ。セーブデータが引き継げる体験版を配信中。さあというわけでございまして、私も今一緒になって見させていただきましたが、いや今の話を踏まえてみると奥行きだったりとか、そして戦闘もやっぱちょっと1とは違うスケールが大きいところもあったりもするし、いや面白いですね。確かにこれはこれでオクトパストラベラーで、HD2G というものができて、そこっていうのは根幹にあるっていうか、もうずっとそれで作っていくと思ってたけど、やっぱそれはそれでこれ不思議なもんで、いろいろなんですか、時代に逆行する要素もいっぱいあったはずなのに、やっぱそれはそれでまた進化させるっていうのが面白いなと今見てて思いましたが、さあユーザーからの質問、ちょっとこちらもいきましょう。シリさんから、オクトパストラベラーからオクトパストラベラー2への進化が一番感じられるところはどこですかと。進化があるのは大いに見てて分かりましたけれども、HD2D は前作の時点ですでに完成度が高いと感じて、まさにもう今台本読んでますけど、さっき自分の言葉で言っちゃった。完成度が高いと感じますが、今作ではどのような進化を遂げたのかをお聞かせくださいということでございますが、これ宮内さんにお伺いしましょうか。はい、そうですね。オクトパストラベラー2では画面としてのまず密度が圧倒的に上がっているかなというふうに思ってます。っていうのも密度のこだわりはだってずっとあったじゃないですか。そうですね。さらにそこをもう一度どれが一番いいんだろうみたいなことに。そうなんですよ。今回は最初から前回の経験を全部踏まえた上で作れるんで、目標を結構設定してて、前回はあれはあれでやっぱり綺麗なところすごい多いんですけど、今回なんか明確にしたのが、1枚絵のドット絵としてもなんかすごく綺麗に見えるような、スクショ1枚撮ったとしても1枚のドット絵に見えるようなぐらいのことを目標にして、全ての景色を作っていこうっていうふうに目標にしていて、でそのためにやっぱりまず画面全体のその密度を上げたりするとかで、ドットが細かくなってたりするとか、あとはそうですね、見ていただいて分かると思うんですけど、キャラクターモーションをより多彩にしたりであったりとか、あとカメラワークを特にイベントとかだと大胆に演出してみたりであったりとか、あとはドットの密度、キャラクターの頭身高くなったとか含めてですね。これで気づかなかったんですよ俺。そうなんですね。言われるまで。横に並べてみるとなんかめちゃくちゃ違ってびっくりします。一目瞭然なんですけど、巨人のようにオクトパストラベラー2のキャラクターが並んでしまいます、ね。これはそれこそ頭身上げることで手足の所作が大きく使えるっていうのがあるんですか？そうですね。イベントでよりその感情を表現することができやすくなるというか、それこそやっぱりちっちゃいドットだとその手を差し出すにしても、こうやるぐらいになっちゃったりするんですけど、そこがもうちょっと関節が曲がってるとか、細かいニュアンスをより表現できるようになるっていうのがすごく大きいところでしたね。いやこれは全く俺言われるまで気づかずに普通にぼんやりしてるなと自分で思ったんですけどさあこの投資についてユーザーからの質問、こちらちょっといきましょう。アナゴさんから、オクトラ2でキャラクターの投資が上がっていると聞きましたが、背景とのバランスなどで気をつけたこと、ここにこだわったなどありましたらお聞きしたいです。投資が変わることによってちょっと変わることもあるでしょうからね。
これ何かあったりしますか、こちらは。そうですね、投資が高くなってるってことはつまり、リアルな投資に近づいているっていうことになってくるんで、今度は背景もそれに合わせたディフォルメ具合にしないと、今度は一番最初に見せてたプロットマイナーの画像もありますけど、逆に乖離が生まれてしまうんですね。なので今回は同じような背景と思いつつ結構変えてるところあったりとか、より高低差のあるなんかマップとかも結構増えてたりしますね。はしごでの上り下りとかもあるぐらいなんで、なのでより前回よりも投資に合わせたリアルではないんですけど、リアルに寄せたディフォルメ具合の背景になってるって感じになります。他にもいっぱい仕掛けがあるんでしょうけど、これ投資が上がるっていうジャッジはこれ高橋さん、これはもう誰から発信のジャッジだったんですか。どうですかね、オクトパストラベラーを、1って言い方しますけど、1から2を作るにあたって、どういった進化をさせるかみたいなのが一番最初、議論になった時に、変化でいくのか進化でいくのかみたいなもので、開発チームとしては割となんか変化を望みたがるというか、なんか新しいものを入れたいなとか変えたいなみたいなのになりがちなんだけれども、一番最初にお話した通り、ユーザーの皆さんにとっては5年ぶりのゲームに作ってる側としてはもうずっと10続きでなんか作り続けてるんですけど、5年ぶりにもう一度オクトパストラベラーを遊んでもらうってなった時に、変化よりもちゃんと進化を感じてもらえるようなゲームにしなければっていうのがあって、その延長線上でどういった表現ができるだろうか。一番大きかったのがオクトパストラベラーでやりきれなかったこと、もうちょっとこうやりたかったな、でも時間がちょっと足りなかった、だったりしたり、もうちょっとこう動かしたかったな、でもちょっと間に合わなかったみたいなところを、なんかことごとく拾っていって、オクトパストラベラー2に詰め込むぞみたいな感じにしたところかなと思います。今ね、大事なキーワード、進化というキーワードが出ましたが、進化を遂げた HD2D のグラフィックを実際の映像でまず見て、お話をそれで聞いていきたいと思いますので、まずはイベントシーン見ましょうと。でもそうか、扉1個取ってそこに対する影とか、これも確かにね、カメラうんぬんってよくよく見るといろいろやってますもんね。そうですね、キャラクターの頭身が同じであればNPC の村人とかのキャラクターも全部同じのが使えたんですけど、全部作り直しで、こういう動きとかも頭身があった方がより細かい走り方の差とかも作れるか。なるほどなるほど。言われてみればがいっぱいありました今。ただのドットだったらカメラワークって本来あんまりないものだけど、3D も混ざったドットってことになるとやっぱカメラワークってのもより重要になってきたりするでしょうしね。同じ画角で飽きさせない工夫とかにもそれがつながったりもすると思うし、なるほど、そうやって見るとめちゃくちゃ面白いですね。それでちょっとバトルシーンも見てみましょう。なるほどな、これは前作にはない動きか。でも本当だ、言われてみればモンスターの絵は変わらないのか。ちょっと大きさとかが多少の違いはあるとも。いやでもなんだろうな、いいですよね。ありがとうございます。慣れ親しんで、若かりし頃から慣れ親しんでいたものがやっぱりぎゅうぎゅうに入ってる気がするんですけど、でも見せ方だったりとかやっぱり派手さだったりとかで今っぽさも大いにあるし、ただその派手さもただ単に派手ではなく、この絵にマッチした派手さというか、フォトリアルっていう言い方ね、さっき伺いましたがだけじゃないじゃないですか。そうですね。この戦闘のエフェクト一つとってもわざとこの絵に合わせてるのもきっと入れてると思うんですけど、そのバランスが気持ちがいいですね。やりすぎるともう全然違うゲームになってしまうので、やはり前作があった上で今作どういう見せ方ができるのかっていう感じだったと思います。これはでも今のでも一目瞭然だけど、動き一つとってもやっぱ違うもんですね。そうですね、一番自分がバトルでやりたかったことが前作よりもそのキャラクターのアニメーションにすごい特化したものを作りたくて、それこそ前作とかだと割とアビリティによっては使い回してるモーションとかも結構多かったりはしたんですけど、今回はまずそこをなんかジョブの特性がちゃんと出るように作りたいし、さっきのフィールドコマンドとの話にもつながるんですけど、リアルにしすぎなくていいっていう指標を出してたんで、もう
飛び上がって弓打つとかも全然それがちゃんとなんですかね、ゲームやってて気持ちいい動きだったりとか、プレイヤーがやって嬉しいと思えるようなものであればそれで OK っていう指示を出してもういろいろもう作ったんで、バトルシーンのアニメーションは特にやっぱり注目してもらいたいところですね。なるほど。前回は武器が固定なんですけど、実は今回装備してる武器によってグラフィックが少し変わったりするっていう、ちょっと嬉しいところを入れてるんですよ。割とね、なんか後半なかなか工数がすごい大変だってなった時に、どこを削ろうみたいになった時に武器かなみたいな話をしたんですけどでもそれは嬉しい変化ですね。そうですね、そこは一押しなんですかね、自分はなんかここをなんかやりたいなみたいな話を結構初期の段階で、ドット職人からすると武器も来んのかやってなってると思いますけどまさにそうなんですよね。それをこうやるだけだったらいいんですけど、こう振るのいろいろあんだぞドット絵師もねヒーヒー言ってたことでございますけど、でもその変化はユーザーとしてはとても嬉しい変化なんで、ぜひ皆さんそこもねチェックしていただければと思いますが、さあ他にも質問が来ております。二酸化炭素さんからの質問、昼と夜のシステムのために作業量めっちゃ増えたみたいなことはあったのでしょうか。絶対ありましたよオクトパストラベラー2がめちゃめちゃ楽しみです。 HD2D はゲーム業界の宝と思っているのは私もそうですよ。ありがとうございます。トラストや、ライブアライブなど別作品に触れられてとても嬉しかったです。トライアングルストラテジーですね、トラストは。今後もたくさんの作品に使用されると思うとそれもまた楽しみです。そうですね、だからこそ僕はもうすごい発明だと思ってるんですよこれいろんなゲーム、いろんなゲームで使われるのはどうだ宮内さんとか高橋さんだけちょっと寂しさもあったりするんですか。どうです？なんか宮内さんに聞いたことないですけど、自分はなんかこれを軸にいろんなものに利用して、それでどんどんなんかいろんなゲームができれば、そうゲームができて、しかもその HD2D も進化していってみたいなのが見れて、それでどちらかというとオクトパストラベラー2で満を持して、その本家本元のアクアイアさんに、次の行こうぜとHD2D の表現をやってもらう。最初の頃はスーパー HD2D を目指すみたいな言い方をしてたんですけど、そうですね、なんか楽しんでるっていうのが一番近くて、やっぱりHD2D って一言で言っても結構その開発メンバーによって大事にしてるコンセプトの部分結構違うんですよね。なるほど。はい、ドットをもっとやっぱり際立たせて見せた方がいいとか、多分僕はトライアングルストラテジーとかライブアライブの方の開発とは別にコンタクトを取ってるわけじゃないんですけど、見てるとここを大事にしたんだなこのタイトルはっていうのが伝わってくるんで、そこを見て解釈違いというよりかはその別の解釈を見て楽しんでるっていうのはすごく強いと思います。それはもううちのアートディレクターとかも同じことを言ってますね。でオクトラはオクトラでこっちで行くぜと。そうですね、これでもう行くって、むしろ被ってないことは安心してるのかもしれないです。なるほど被ったら競争になっちゃうんで。確かにな、ライブアライブとかも HD2D ってでもライブアライブはより古さに走ってるというか。ライブアライブはそうですね、どちらかというとオクトパストラベラーはその地に足がついた世界観で、硬派なものみたいな、色味もどちらかというと派手というよりは落ち着いた色合いのものに比べると、ライブアライブの方は本当ビビッドなカラー、スーパーファミコンの頃に使っていた色みたいなのをそのまま表現してるみたいな方に。そうかも、それゆえになんかこっちとしても昔やった人間はすんなりいけた感もありますもんね。それもあると思いますね。こうだったが勝ってるから HD2D のイメージはあんまり実はそんなに残ってなくて、ライブアライブをもう一回やったが勝ってたんですよ。なるほどそれも確かにそういうところの差はあるのかもしれない。色味はだいぶ違うと思いますね。なるほど。さあオクトパストラベラーを通じて HD2D グラフィックに関するお話をいろいろと伺ってきました。僕自身もとても興味深かったです。ありがとうございます。ですがぼちぼちエンディングの時間となりますので、最後にお一人ずつちょっと質問にお答えいただきたいと思います。まずはじゃあ宮内さんに行きます。宮内さん、ディレクターの視点から見た HD2D とは。はい、これはですね、僕の中ではですね、HD2D とは存在しない記憶だと思ってます。おしゃれ今までの話を踏まえるとすごく腑に落ちる言葉ですね。急にそれ初手で言われたら何言ってんだってなっちゃうけど、今の聞くと確かにそうなんですよ。なんか昔見てたドット絵とは絶対に違うものなんですよね。でもやっぱりリリースした時とかに言ってもらえたのが、なんかこれ見たことあるというか、こういうのを求めてたみたいな感じで言われてて、でみんな頭の中に描いてた進化したドット絵っていうのは多分これだったんだろうなっていうところで腑に落ちて、自分としてはやっぱりその存在しない記憶なんですけど、それをちゃんと形にして皆さんに
提示することができたっていうのがすごくなんか嬉しいし達成感があるところかなと。いやー言えて妙の言葉でしたね今の話を伺うと。なるほど、ありがとうございます。とても素敵なお言葉でした。さあそして最後に高橋さんに行きます、はい、高橋さんにはじゃあこちらの質問、プロデューサーの視点から見た HD2D とはと。そうですね、宮内さんのようなかっこいい一言でまとめられるといいんですけど、そういうわけではなく自分の中で、プロデューサー視点で見ると HD2D っていうのは最初冒頭にもちらっとお話ししたんですけれども、ユーザーの皆さん、プレイヤーの皆さんがこのゲームを気づいてもらえる、目に留めてもらえる、覚えてもらえるきっかけに過ぎないかなと自分は思ってます。きっかけだと思ってます。なのでその中で実際遊んでみてどうかみたいな部分ってよく我々のチームではなんか面白そうでしょっていう部分と面白いでしょっていう部分と面白かったでしょの部分に3分割して考えるんですけど、面白い面白かったはゲームの中身勝負なんだけれども、面白そうでしょに気づいてもらえないと買ってもらえないんですよ。なるほど。買ってみて面白かった面白くなかったそれはゲームのクオリティによるものだと思うんですけど、まず手に取ってもらえないっていうのが面白いゲームは赤谷さんが絶対自信を持って作ってくれる。だとしたら僕らはちゃんと手に取ってもらえるものを作んなきゃいけない。それは何かって考えた時にドット絵を使ったグラフィックで何か挑戦できないか、それでHD2Dを生み出してみたっていうところなので、そのための、ユーザーさんがこのゲームをなんか気づいてもらえるきっかけかなと自分は思ってます。なるほど。ぜひね、もう今のでも分かると思うんですけど、きっかけそこが難しいんですよね。そうね、でもここになんか触手が動いた人は間違いなくね、絶対このゲームとかHD2D って世界にねハマるはずなんですよね。いい意味で違和感を感じた人もね手に取っていただきたいなと思うんですよね。やってみて動かしてみたらあれこれはってなるはずですからぜひ多くの人にねゲームを手に取っていただきたいなと思います。さあというわけでございまして、本日はこちら辺で締めたいと思います。お二方とも本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。